日本の建築美襖。部屋そのものが絵になる文化。静かに開く一枚の襖。そこに現れるのはただの部屋ではありません。海外の多くの家では壁が固定され、部屋の用途は最初から決まっています。しかし日本では一つの空間を襖で仕切り、その日の気分や用途で空気そのものを変えることができる。この柔軟さは世界でも非常に珍しい文化です。日本では部屋そのものは一つの絵画空間として設計されてきました。壁に絵を描けるのではなく、空間そのものに絵を住まわせる。それが襖という建具が育んできた美意識です。第一章、襖とは何か。動く境界線。襖は木の枠に和紙を張った引き戸。しかしその役割は単なる仕切りではありません。閉めれば静かな個室、開ければ一続きの大広間。西洋建築が壁によって用途を固定する建築だとすれば、日本の建築は襖によって空間を変化させる建築でした。西洋建築が空間は壁で決まるのに対し、日本の建築は空間は人が変えるという思想。この動く境界線の文化は日本人の生活の柔らかさそのものです。第2章、1000年続く建具襖の歴史。襖の起源は平安時代。神殿造りの貴族の住まいで、空間を緩やかに区切るために使われ始めました。つまり襖は1000年以上続く日本独自の建具です。時代が下り、鎌倉、室町、そして江戸時代へ、襖は武家屋敷だけでなく町人の家や商家にも広まり、庶民の暮らしの一部となっていきます。豪華なものから質素なものまで、襖は日本中の家に築いていきました。第3章、襖絵。部屋全体で味わう芸術。戦国から桃山時代、襖は一気に豪華になります。武将たちが競うように城に巨大な襖絵を描かせ、その部屋全体がまるで金色の舞台のように輝きました。西洋では豪華さを示すのは壁画や天井画。しかし日本は動かせる絵で権威を表しました。必要なら絵と部屋の形を変える。これも日本独自の感覚です。襖の最大の特徴は絵画と建築が一体化していることです。襖絵は一枚だけを鑑賞するものではありません。複数の襖が連なり、部屋全体で一つの世界を作り出します。絵師たちは座った時の視線の高さ、襖の開閉による絵の分断、朝夕の光で変わる陰影、部屋に入る人の第一印象など、建築的な要素すべてを計算して描きました。これは海外では絵は壁にかけるもの、日本では絵は建築に組み込むもの。この発想が根本的に違います。様々な時代にたくさんの襖絵が誕生しました。雲龍図の襖をまたいで現れる巨大な龍のうねり、紙の上で光を吸ったり反射したりし、襖を開け閉めするたび体が現れたり消えたりする。ヨーロッパの龍は怪物として描かれますが、日本や東アジアでは守護と力の象徴。その意味の違いも興味深いポイントです。動くたびに姿を変える龍はまさに日本建築にしか存在しないアート。夏季花鳥図の余白に風と季節を感じさせる静けさ、草花が風に揺れ鳥たちが静かに佇む情景。余白が多く光の入り方を待つ構図が特徴です。海外の絵画は対象をしっかり描き込むのが主流。日本美術は何も描かない空間イコール美という哲学がある。この余白に朝の光が差し込むと絵が呼吸するように変化して見える。まさに日本家屋と絵の合作です。唐子湯水の画面いっぱいに広がる子供たちの躍動、丸顔の子供たちが笑い遊ぶ姿が画面いっぱいに広がる。衣装の文様の細かさ、色彩の華やかさ、部屋が一瞬で明るい気に包まれる。日本ならではの気象と明るさが宿る襖絵です。これらは全て人が部屋を移動し襖を開け閉めすることで完成する芸術です。襖を開くたびに絵は現れ消え、つながり分断される。日本人は動きの中で絵を見る文化を育ててきました。第4章、細部に宿る美。
引き手という小宇宙。襖にそっと手を伸ばす。その時、指先が触れる小さな金具、引き手。引き手は襖の中で唯一人が直接触れる場所です。だからこそ日本人はその小さな円の中に特別な美を込めてきました。丸や四角、花の形、控えめな金色、静かな金色、時には螺鈿や蒔絵で飾られたものもあります。引き手は決して主張しすぎませんけれど、部屋の空気を乱すこともない。襖を開ける所作そのものがゆっくりと丁寧になるように、その形や位置は考え抜かれています。日本の建具は見るためだけの美ではなく、触れることで完成する美。引き手は襖という空間芸術の中で人と建具をつなぐ静かな対話の装置なのです。第5章、音と気配。日本特有の曖昧の美学。襖の魅力は絵だけではありません。開ける時のスーッという柔らかな音、紙越しに感じる気配、破れやすい素材ゆえの丁寧な所作、音を吸わしが生む静けさ。海外では壁の向こうに誰かがいると感じる文化はほぼありません。しかし日本では気配を感じる距離感が心の落ち着きを作ってきました。襖は音、影、気配を美として受け取る日本ならではの感性を象徴する建具です。第6章、失われつつある襖、そして再評価。現代の住宅では西洋化が進み、襖を見る機会は減りました。壁で仕切られた間取り、既製品のドア、用途が固定された部屋。けれど今、襖の価値は再び見直されています。可変空間としての合理性、光を柔らかく通す和紙、音を吸収する静けさ、そして空間全体を包む美しさ。現代建築やホテル、海外の和空間で襖は再び注目されているのです。さて、和の建築技シリーズ第1弾、襖いかがでしたか。襖は1000年の時間を超えて受け継がれてきた日本の知恵と美の結晶。一枚の建物に建築、絵画、暮らし、所作、全てが溶け込んでいます。次の章ではその襖と並び、日本の空間に光をデザインしてきた存在、障子の美をじっくりと見ていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が面白かったらチャンネル登録やいいねをよろしくお願いします。これからも外国人が驚いた日本の文化シリーズ増やしてまいりますので、楽しんでいってください。ではまたね。